こんにちは。今日はなんと睡眠と栄養のいい話という山田しおり枕研究所としてはちょっと新ジャンルについて私研究してまいりましたのでお話したいと思います。サプリメントを上手に使うという副タイトルがついています。なんかこの枕と睡眠と栄養って、関係あるのかなって思いますけどねと思わせる絵ですよね。はい、まさにそうですね。こうぐっすり眠っている女性、そして枕、なんか四角い枕ですね。そして胃腸、胃と腸、消化器系、中にはたくさんの栄養が入っているという絵です。この絵は非常に私が今研究し皆様に発信したいという情報を一目で分かるように表現しているものなんです。ここでいきなりですけれども、3分栄養学と題しまして、皆さん三大栄養素という言葉ご存知ですか？三大ですから3つあります。最も大事な栄養なんだと思います？ビタミンとかですかね。ブー。三大栄養素っていうのはですね、こちら炭水化物、タンパク質、脂質、これを三大栄養素と言います。後で詳しい説明はしますけど、そもそも私たちが生きて体が作られて生活ができるっていうことは、体を支えている根本の栄養、それがこの三大栄養素なんです。逆に言えばこれがなかったら私たちの体も作られないし、言ってみれば生命を維持することができなくなってしまうというぐらい大事な栄養素です。では次に、この生命維持に不可欠な三大栄養素プラス2つ、5大栄養素は何ですか？もう一度聞きます。何でしょう？それがビタミンとかですね。そうです。はい、先ほどのオレンジの3つにプラスしてビタミン、ミネラル、これで5つ言ってみてください。炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、5大栄養素となるわけです。はい、ではもう一度、ここで3プラス2の5大栄養素が何で必要かというところですね。はい、次です。3分栄養学、3つの栄養素プラス2つのビタミン、ミネラル。ちょっと美味しそうな絵じゃないですか？お腹空いてきましたね。ねえ、チャット GPT 素晴らしい絵を作ってくれました。私のリクエストはこの5大栄養素をしっかりと図にしてくださいねというプロンプト投げたわけですけど、美味しそうだし、なんか栄養豊富って感じしないですか？はい、彩りが鮮やかですね。まさにそうです。彩りも鮮やか。彩りは視覚として私たちに食べたくなるように示しているものなので、とっても大事です。ということで、こんなに豊富な食品をバランスよく取れたら、やっぱり元気になる、健康になる、長生きできるっていうイメージ湧きますよね。はい、確かに湧きますね。はい、じゃあ次です。そこで具体的に説明していきたいと思います。先ほどちらっと言いましたけど、人間の生命維持に不可欠な栄養素が三大栄養素ですね。そうですね。もう一度、炭水化物、脂質、タンパク質。例えばですよ、これ見てください。はい、ここには皮膚があり、筋肉があり、骨があって、内臓があって、さまざまな神経や感覚器があって、要は体に詰まってるもの全てなわけですよ。そういうものってちゃんとこのタンパク質がないと作れないんです。脂質もないと実はそれをバランスよく構成することができないんです。で、炭水化物何かっていうと、お米ですか？エネルギーですね。はい、エネルギーがないと動けないわけですね。棒のように立ってるわけにいかないので、活動しなきゃいけないからエネルギー必要なわけですよ。そんなエネルギーを作ってくれる、頭と体にエネルギーを与えているのは炭水化物なんです。こんなことないですか？お腹空いてくると物考えられない、頭思考回らない、手も動かない、仕事できないみたいなことになるじゃないですか。集中力が落ちますね。なくなりますよね。そんな時ほら、三角のあれ
おにぎり食べると結構頭回るっていうことないですか？はい、確かに。はい、そういうふうに実は炭水化物大事なんですよね。皆さん若い人はねダイエットしますよね。あれ食べちゃいけない、米食べちゃいけない、お寿司屋さん行ってご飯残しちゃう。それってあなたの頭ちゃんと回ってますかっていうことになるわけです。プラスこちらの2つが大事です。じゃあ三大栄養素ではないけどプラス2つの大事なビタミンミネラルって何してくれてるのっていうところに行きましょう。はい、読んでください。ビタミン。ビタミン。三大栄養素がエネルギーを作るのを助ける。体の組織を丈夫にしている。免疫力を高める。老化を防ぐ。その通りです。要はですね、ここで作った基本の基本、これをスムーズにうまく活用するために大事な補助をしているってことなんです。なくていいかっていうとないとならないものなんですけど、こういった、三大栄養素の働きをしっかりサポートしているものがビタミン。じゃあ次、ミネラル。ミネラル。骨や歯、血液などの材料になる。エネルギーがスムーズに作られるように働く。体調を整える。そうです。もしカップラーメンばっかり食べちゃったりするとビタミンミネラル取れないじゃないですか。もちろん起きて仕事行って夕方帰るできますよ。だけどなんか疲労してるんだよねとか、睡眠の質が悪いんだよねとか、風邪ひきやすくなっちゃったよね、こういうことってビタミンミネラルが足りないから起こっている可能性もあるんです。はい、ということで、いい食事をする大事ですよね。でもちゃんと料理してますか？あまりしないですね。休みの日は自分でやりますけど、仕事終わって帰ってきた日はお惣菜買ったりとか、そうですよね、食べたりとか、コンビニのお弁当とか済ますとかなっちゃいますよね。じゃあコンビニのお弁当で、メインを買って、じゃあ牛丼買いました、そこにサラダも買って、フルーツのデザート買って、栄養ドリンク買ってってなかなかできないじゃないですか。全部買ったら結構な値段になっちゃったりしてね。そういう時に補助してくれるものがサプリメントなんですよ。サプリメントっていう言葉を聞いてなんだって明確に定義できますか？まあちょっとビタミンとか、そういうのが入っている、まあ、栄養あるもの的な感じですよね。正直ですね、まさにそんな感じ。でもちょっとサプリメントっていう言葉をしっかり定義しておきたいんですね。実は日本においてはこのサプリメントっていうのを法律的に規制をしてはいないんですよ。大きな枠で言うとですね、どういうものがサプリメントでどういうものは違う、何の基準にどう照らし合わせて決めてるっていうのがまだないんですよ。アメリカちょっとそこは進んでるんですけどね、サプリメント社会で。ポイントは、サプリメントのポイントは食品なんだよっていうことを絶対頭に入れてください。逆に言えば医薬品ではない、薬ではないということです。そして食事で摂るのが一番、バランスよく食事で摂るのが一番なんだけど、それができない人はサプリメントを補助的に使いましょうねっていうのがサプリメントの私が考える大きなポイント、重要なポイントを押さえておきていただきたいポイントなんです。はい、ではサプリメントの分類っていうところをちらっとお話したいです。こう摂取頻度によって分類してみましょうってなると、読んでください。ベースサプリ、機能性サプリ、2つに分かれるんですね。ベースサプリっていうのがまさに今のこのビタミンミネラル、食事で不足する基本的な栄養っていうのを毎日摂取してくださいね。野菜、果物毎日摂った方がいいじゃないですか。その代わりを補助的に摂るのがサプリだとすると、このベースサプリっていうのはほぼ毎日のようにちょっとずつ摂取する方がいいものです。で一方で機能性サプリ、目的や体調に合わせて飲むもの。例えばダイエットしたいから飲む、最近肌荒れがひどいから飲む、乾燥肌だから飲む、いろいろあるわけですね。この目的に応じて飲むものっていうのを機能性サプリと言っています。頻度からすると毎日飲むか必要に合わせて随時飲むかっていうことになるわけです。
別の分類見てみましょう。はい、成分による分類読んでください。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ類。なんとなく聞いたことあるじゃないですか。全てなんかこう体に良さそうだなって感じしますよね。そうですね。タンパク質を分解したものがアミノ酸なわけです。だからどうしてもちょっとタンパク質うまく摂取できてないな、お肉お魚大豆製品少ないなっていう時に少しアミノ酸サプリなどを使うことによって補助できますよということになります。どうぞ。ちょっとだけ難しいけど皆さん結構混乱してるところ、私もきちっと栄養を勉強するまではいつもここがちょっと混乱してたんですね。はい、まず一番上、緑の線をご覧ください。医薬品と食品をここで分けています。今言いました。サプリは食品ですよね、はいはい。だから食品か医薬品かっていうことはきっちり分けなきゃいけないわけです。なぜかっていうと日本の場合はこの医薬品っていうところは薬機法っていう法律でちゃんと規制制度が整えられています。一方で食品の中でも一般食品、スーパーに行って買う食材、レストランで食べる食材、こういったものは一般食品、ここは何にも規制はないです。だけどこういった、機能を表示する食品に関しては食品衛生法などで規制がきちっと決められています。この中に読んでください。機能性表示食品。なんか聞いたことありませんか？ありますね。ね、はい、栄養機能食品。はい、特定保険用食品。特保、特保聞いたことないですか？ありますね。ありますよね。特保って特定保険用食品なんですよ。はいね、みんな特保特保コマーシャルであんだけ言ってますから、あのドリンクは特保かって分かってるけど、実はこういう分類の中、薬品ではなく食品の中でも法的規制がないかあるか、あるものの中でも特定の食品というのが特保なんです。その自分の必要性に合わせて選択していただければいい。だけど絶対覚えておいていただきたいのは、特保であろうがサプリであろうがそれは食品の中、基本的には栄養を取るっていうことで薬とは違うんだっていうことを覚えておいてほしいんですね。はい、次です。私のサプリ愛を聞いてください。なんと約3年間飲み続けてるんですね。1万5000錠ぐらいこれ数えたんですよ。袋とかですね。すごい数じゃないですか。でちょっと結果申し上げますよ。次です。はい、ちょうど3年ぐらい前、ここから分かれてるんですが、サプリ、飲み始めたのこの辺なんですよね。私ひどい貧血だったんですよ。ヘモグロビンって知ってます？はい、貧血の程度は7.7 ちょっと下がると輸血必要かなぐらいになってくるんですけど、それがなんとなくこう上がっていってるじゃないですか。でそうは言っても貧血を脱することができなかったんですね。ですごくサプリを使い始めたっていうことと同時に、やっぱり栄養っていうこと大事だなと。この年になっちゃうとちゃんと栄養をとってちゃんと体作っとかなかったらひどいおばあちゃんになっちゃうなと。もう今危ないわけですから、もう最後のところなので、ここで一心発起して栄養を取ろう、サプリメントも補助的に取ろうっていうことでやってみると、どうですか、これ正常になっちゃったんですよ。すごいですね。安定してますね。安定してますよね。ということは、サプリっていうことだけじゃなくて、いかに人間が生きて生活活動をしていくためには内なるものが大事なのかっていうことに気づき、それを実行した行動の一つが食の変化でありサプリなんだっていうことなんですね。いい話じゃないですか。ですよね。はい、どうぞ。はい、ということでここから最後のフェーズに入ります。整形外科医山田しおりが語る基本栄養という考え方。私整形外科医ですから、骨、筋肉、神経はお手の物、専門分野ですよね。そして私は山田しおり枕研究所をやってるように、睡眠というところにも大変興味を持ってずっと研究し、それを患者様、お客様に
いろんな情報を還元してきました。その中で集大成考えてみると、やっぱりこのいずれの整形外科の要素にも睡眠にも基本ってなるのって基本栄養ですね。栄養、ということに行き着いたわけです。そこでこの栄養詳しく調べてみると、読んでください。骨を強くするには、ビタミン D、組織の修復、亜鉛。ビタミン D、亜鉛が大事。筋肉は、筋肉を緩めるマグネシウム、筋肉を回復させるビタミン B6。はい。神経は、神経は自律神経を安定させるにはビタミン B1。神経の修復はビタミン B12 ですね。はい。最後に睡眠。眠りホルモンを生成するビタミン B6、睡眠のリズム調節をするビタミン D、睡眠の質をアップマグネシウム、はい。これ全部覚えることできないですよね。だけど大事なことは、パッパッパッと出てくるこのビタミンとかマグネシウムなんていうミネラルっていうものがいかにこの基本の栄養なのか。食べてる果物、食べてる野菜から皆さん骨、筋肉、神経、睡眠に影響してるっていう、こんな単純なことだけど意識したことってありますか？私ですらこんだけ専門分野なのにちゃんと意識してなかったのが3年前までなんですよ。だから本当に気づくって大事。今日この YouTube を見てくださった方は、良い眠りのためにも、体の骨、筋肉維持するためにも、どんなにミネラル、ビタミン、ミネラルが大切かっていうことを今一度確認してください。最後にこの良い眠りのためにはっていうことでまとめをしました。ご覧ください。さっきの絵あるじゃないですかね。先ほど何て言いました？関係あるのかなって思いました。どうですか？今もはっきりわかりますよね。はい、読んでください。体の外から枕で睡眠姿勢を整える。体の外から、体の中から食事で栄養をとる。それを体現したのがこの絵なんです。体の外から枕、敷物、ベッド、布団、そして中から栄養、この両方をしっかりとることで良い眠りを実現することができる。どちらを欠かしてもダメなんです。ということを今日ご覧の皆さん、今一度心に留めて実践してみましょう。すいません、最後にちょっとお知らせです。ミネラル、ビタミンは私たちの不足しがちな栄養をしっかり、補い、入眠、そして熟眠、目覚めを高めるサポートを行います。ただし、もし持病があったり薬を飲んでたりすると、やたらこの食べ物として、もしくはサプリメントとして取っちゃいけないものなんかもあったりするので、そこは今おかかりの主治医の先生にしっかり情報を取ってから伺ってから摂取するようにしてください。今日の栄養のお話が皆さんの明日の健康を作ることを期待してやみません。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。